こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいまアース。いよいよシーズン3のスタートです。さて、ここはどこだと思いますか？ここはその美しさ世界屈指のクタビーチ。そうです。僕たちの3番目のふるさとはインドネシア・バリ島です。さて、バリ島のデンパサール国際空港に到着しました。この空港の本来の名前はングラライ国際空港。インドネシア独立時の英雄グスティ・ングラライにちなんで名付けられています。季節は3月。バリ島では3月にオゴオゴという大きなお祭りが開かれます。ですので空港のロビーにもオゴオゴが鎮座しています。オゴオゴについては別のエピソードで詳しくお伝えしますね。バリ島の季節は2つ。4月から10月までの乾季と11月から3月までの雨季。今は雨季の終わりです。とても蒸し暑いですが、とても気持ちがいいです。さて、友人のワヤンさんにお願いして宿まで連れて行ってもらいます。のどかな街並みを望めば帰ってきたという気がします。ただいま。さて、夜が明けて今日はゴアガジャ寺院へと足を運びます。村々の道の脇にぶら下がっているこの背の高い飾りはペンジョールと呼ばれるもの。バリ島のお盆飾りです。お盆の季節にのみ見ることができるとても美しい景色ですね。さて、ゴアガジャ寺院に到着しました。バリ島の真ん中南寄りに鎮座するゴアガジャ寺院は12世紀以前に建てられたとされています。バリのヒンドゥー寺院の参拝ではサロンを巻いて膝を隠すのがマナーです。サロンはお寺の入り口で貸し出してくれます。けれどお気に入りのサロンを準備しておけば神の島バリに迎え入れてもらえた気分が増すものです。まだまだ雨の残っている3月ですが、木々とお寺と雫が織りなす景色はとても魅力的です。ゴアガジャ寺院。ゴアは洞窟、ガジャは像を示します。ヒンドゥー教と仏教の修行の場所として古来より伝えられているこの洞窟。その中には体が人間で頭が象の神様ガネーシャとヒンドゥー教の三大神シバ、ブラフマー、ビシュヌが鎮座しています。バリヒンドゥーにおいてシバは風の神様として白で表されます。ブラフマーは火の神様で赤、ビシュヌは水の神様として黒で表されます。この真っ暗な洞窟の中に佇めば、古より積み重なった無数の思いに圧倒されます。バリ島の語源はサンスクリット語のワリに由来するとされます。それは神様への捧げ物を意味し、このバリ島が
神様の島と呼ばれるゆえんを僕たちに伝えています。洞窟を出て正面の森へと向かえば、ブッダテンプルへと続く道が伸びています。そのお寺まで続く階段と細い道のりは、うっそうと茂る高い木々に囲まれ、とても神聖です。雨が上がり、太陽が顔を出してくれました。はるか昔からこの場所に佇む岩や木、そのすべてが僕たちに南の島に伝わる膨大な歴史について語りかけてくるかのようです。この木にはビシュヌ神が祀られています。さて、ゴアガジャ寺院を後にして北へと向かいます。たどり着いたのはティルタ・ウンプル寺院。10世紀頃に建てられたとされるバリヒンドゥーのお寺です。この寺院はバリ島のほぼ真ん中に位置し、沐浴の場としてその名を馳せています。その昔、泉から聖なる水が湧き出た場所として島の敬意を集めます。その水は遥か時を経た今でもその流れを止めることなく湧き出しています。ローカルの人たちがお祈りに訪れていますね。人々は捧げ物を前に神様に祈ります。聖なる泉から湧き出た水はこの池へと引き込まれます。合計30カ所から流れる水に多くの人々が沐浴を捧げ、その内省を深めます。ここはとても神聖で穏やかな空気に包まれています。沐浴の池の裏手で僕たちを見守るのは聖なる泉。それは今もなお湧き出す源泉です。地元の人々による祈りの儀式が行われていますね。人々は僧侶から聖水を授かります。そして第三の目である額にお米を当て、その祝福を受けています。雨上がりのティルタウンプル寺院は
とても穏やかな空気で満たされています。一年を通して途切れることのない祈りに包まれている神の島バリ島の昼下がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。インドネシアバリ編エピソード1いかがでしたか？バリ島はその面積がおよそ5600平方キロメートルと、日本で言えば愛媛県ほどのこじんまりとした島です。けれどそこには独立した言葉と他には類を見ない独特な空気が息づいています。ここには神様のエネルギーが満ち溢れているのです。島の一日は祈りで始まります。人々がお供え物を手に門の前で手を合わせる姿を朝日は優しく照らします。この島のそんな日常は僕たちの心に大切な何かを灯してくれるのです。南の海に浮かぶ小さな島に吹く風はまるで神様の吐息のようです。そして南東へと吹く風がその向きを変え北西へと向かい始める頃、この島は一年で最も神聖な日を迎えるのです。そんなバリ島の雨季と乾季の間の季節、次回のエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth、高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたねー。